どうも、ワンピースの謎を解く仮面 YouTuber、ゆれてなんぼのゆでろんです。ありがとうございます。いいね。チャンネル登録してね。今回考えたいのは、今更、いや、今こそ、光月時です。一緒に考えていきましょう。よろしくお願いします。ただしまだ最新話まで読んでいない人は、多いネタバレを含む内容ですので、今すぐ動画をストップさせてください。よろしいでしょうか？行きましょう。光月時については3年前、死んではいないと考えました。もちろん3年前なので、ワノ国編の結末の前にです。そしてワノ国編が終わった今、3年前とはまた別の視点でこの理論を考えてみましょう。まず、こちらの動画では、ワンピースの作中で描かれる月には意味があると考えました。満月は物事が満ちる時、半月は物事が割れる時、三日月は身を潜める時。それは例えば、三日月なら、死んだことになっていたフランキーは三日月の家にいた。死んだことになっていたサボの話でも三日月が描かれた。死んだことになっていた黒の後ろにも三日月。ルフィが2年間修行して身を潜める時も三日月。そして光月時が死んだ時も三日月です。ここから光月時は死んではいないと考えました。しかしその後発売されたビブルカードには去年の文字がありました。つまり光月時の死は確定と思いきや、なんと同じくビブルカードに去年の文字が掲載されていたサウロは生きていた。ビブルカード絶対法則はここで崩れています。つまり光月時の生存の可能性はまだ薄くある。3年前、光月時生存の可能性はこのように考えました。こちらです。自分はおでん城の前へ行き、月は夜明けを知らぬ君という歌を残してカイドウの部下っぽい男に銃で撃たれて死亡しました。この光月時の最後のシーンについては91巻919話で京志郎が言及しており、さらに京志郎は光月家は全員焼き殺したであろうがと笑いながら言っていました。しかし京志郎の正体は96巻で光月家に仕えていた伝次郎だったことが判明しています。さらに伝次郎は光月日和こと小紫の死亡を偽装していたことが発覚しています。となると20年前に伝次郎は光月時の死亡も偽装させていた可能性はないでしょうか。そもそも96巻972話でおでんが処刑された時、光月時は涙を浮かべて見てておでんさん、20年後の未来と何かを覚悟したかのような目で宣言していました。にもかかわらず光月時がその日20年後のためにやったことは、金右衛門や桃之助を未来へ逃して娘の日和は川松に預けて逃がして自分は歌を歌いながら死ぬというのは少し弱い気がします。そして光月時生存の可能性のポイントは墓です。光月時の墓はない。ワノ国編が全て終わったなら、光月時の墓に報告があってもいいでしょう。お母さん、終わったよ、と。しかし光月おでんの墓の話はありましたが、光月時については、桃之助も日和も赤鞘たちもワノ国編の終わりなのに、誰も触れない、語らない。光月おでんを祀るお堂には、囲むように安家様や阿修羅や伊蔵を祀るというのに、光月時の話だけがない。ちなみにペドロの墓はありました。いやいや、おでん城の跡地にあった墓が光月時の墓なんじゃないの？そのように思われるかもしれませんが、おでん城の墓場はカイドウによって壊されています。そうなるとやはり光月時の墓だけがない。それはなぜか。光月時のセリフ、夜明けや20年後の未来とはカイドウを倒すことではなかった。それはもしかするとワノ国の開国、五大兵器プルトンの復活ではないでしょうか。光月時の真の目的は世界の夜明けをジョイボーイと共に成し遂げる。それが光月時と光月おでんの本来の悲願。つまりまだワノ国編は終わっていない役割がある。その役割を語るのが時を超えた時。この考え方は空船でもわかるかもしれません。火祭りの夜、願いを書いて空に飛ばす空船。そこには、お父ちゃん、ありがとう。透明なお水が飲みたい。この地獄から逃がしてください。怖い竜をやっつけて。光月家が帰ってきますように。など、様々な願いが空へ舞い上がりました。その願いを叶えたのが太陽の神ニカ。ニカとは、人が望み続ける限り、その存在が消えることはない。そのようにベガバンクが言っていましたが、言い換えれば、ニカとは人の願いを叶える神です。それは以前考えたように、願いが叶う木、バニヤンツリー、別名ゴムの木、ゴムの白い天然樹脂の神、それがニカでしょうか。しかし、一つだけワノ国では願いが叶いませんでした。それは、お母さんに会いたい。
ワノ国の終わりにお母さんに会った人物はいない。このお母さんこそが光月時なのか、そんな可能性です。それでは、もしも光月時が生きていた場合、光月時はなぜ未来へ飛んだのでしょうか。それはおそらく古代兵器プルトンが眠る旧ワノ国の地下へ訪れて何かを施したかもしれません。800年前から来た光月時なら旧ワノ国が水中に沈んでいることを知っていたでしょう。そんな光月時はプルトンが復活する日を願って古代兵器の隠し場所に何かを施した、何かを残した。そしてさらにおそらく光月時はアラバスタの女王リリーについても知っているでしょう。さらにジョイボーイについても知っているでしょう。それこそが光月おでんが言いかけた言葉。時、お前も探しに来たんじゃないのか。800年の昔から世界がひっくり返る日を、ならば20年先へ飛べ。お前の望む無とはもちろん麦わら帽子の男。おそらく800年前のジョイボーイ、ニカも麦わら帽子の男。世界を夜明けへ導く男。つまりおでんも時もワノ国でルフィを待っていた。それでは次に、なぜ光月時、いや、天月時はルフィことジョイボーイを待っていたのか、こちらを考えましょう。800年前から飛んできた天月時。その天月時の目的が麦わら帽子の男、つまりルフィであり、ニカであり、ジョイボーイなら、なぜ800年後にその男が現れると分かったのか、時を遡りましょう。800年後に現れる男、それが分かるのは、魚人島の占い師、シャーリーの祖先しかいません。つまり天月時は魚人島とつながりがあった。さらに光月家ともつながりがあったのでしょう。それは2年半前に考えました。こちらです。それではなぜ魚人たちは差別されているのでしょうか。それはおそらく800年前に世界を支配することになった世界政府、天竜人のせいでしょう。ジョイボーイがただの謝罪文ですら砕けぬ鉱石、ポーネグリフに刻んだことからもそれはわかります。となると、ポーネグリフに文字を刻めるのはワノ国の光月家のみですから、ジョイボーイと光月家には深いつながりがあったのでしょう。ワノ国と魚人島はポーネグリフでつながる。そしてこちらの動画で考えたように、800年前の世界がもしも沈むゆく世界なら、沈むゆく世界で時はノアの箱舟に乗っていた。ノアの箱舟とは古代兵器ポセイドンこと人魚姫が海王類に命令して引くことができる船です。しかしその人魚姫はおそらく亡くなってしまったのでしょう。すると船頭を失ったノアの箱舟は海へ沈んでいった。それが魚人島の深海に眠るノアの箱舟でしょうか。次に考えたいのはやはりリリーです。天月時と同じく800年前に生きていた人物、アラバスタの女王ネフェルタリ・ディ・リリー。リリーは意図的にポーネグリフを世界へ拡散させた。そのポーネグリフを作ったのは光月家ですから、リリーと光月家は800年前に出会っているでしょう。すると天月時とも出会っている確率は高い。さらに光月家はおそらくジョイボーイに頼まれて人魚姫への謝罪文をポーネグリフに刻んでいます。そこから考えると、800年前イム様と敵対したのはアラバスタの女王リリー、ワノ国の光月家、ワノ国の天月時、魚人島の人魚姫、ジョイボーイことニカ、そして月の民であり超高度な文明を持った博士がいた。少なくともこの6人のメンバーが800年前にチームを組んでいた。人魚にインディアン、侍に海賊、多種多様なこのチームのイメージはピーターパン。ピーターパンがジョイボーイ。ピーターパンについては3年前このように考えました。こちらです。またシャンディアの月の民たちの風貌、モチーフは明らかにインディアンですが、海賊、人魚、インディアン、ドクロの島といえばピーターパンのネバーランドでしょう。ピーターパンに出てくるネバーランドにはスカルロック、別名ドクロ岩という場所があり、そこには海賊の戦利品が隠されています。また人魚の泉には人魚が住んでおり、インディアンキャンプにはインディアンたちが住んでいます。そして海賊たちが停泊する港町もあります。そんな多種多様な種族のチームは沈むゆく世界で夜明けの旗を掲げていた。そのように考えます。まとめましょう。光月時はあの日死んではおらず、一人で未来へ飛んだのかもしれません。そして古代兵器プルトンの出撃、つまりはワノ国を開国する準備を整えているかもしれません。そんな光月時は800年前の人魚姫やアラバスタのリリーともつながってくるでしょう。以上です。
皆さんはどう思われましたか？ご意見や考察してほしいなどがあればコメント欄までよろしくお願いします。ありがとうございました。チャンネル登録やコメントよろしくお願いします。